はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの平です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。少し動画更新遅れてしまいましてご心配おかけしてすいませんでした。今回は2月10日の新月から2月24日満月までの2週間をちょっと星の補足をしながらタロットリーディングしたいと思います。よろしくお願いします。はい、では早速いきますね。占星術とか星のことにご興味ある方はアストロ&タロットフレンズというメンバーシップをやっていますので、概要欄から詳細ご覧ください。月1回のイベントとか、2月3月はオフ会もありますし、勉強したい方はね、動画がもう300本以上あって全部見放題ですので、よかったら皆さんの参加もお待ちしております。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月の10日からです。ワンドキング、ペンタクス2、ペンタクス7の逆、皇帝逆、ワンドクイーン、ワンドナイト、デビル。はい、気をつけることや対策はペンタクスナイトとペンタクスエースとオラクルはフールです。はい、とってもなんか勢いがある勢いがある2週間ですね。そっか。ちょっとそうね、どっから行こうかな。ちょっと星の補足なんですけども、この2月10日から2月24日ぐらいの2週間っていうのは主に特に2月の中旬なんですけども、とってもなんかお金のことがすごく強調しやすい時なんですね。でこれは一般的にはお金に限らず、何か深い自分の情熱とかなんか思いとか、これだけはやりたいみたいな思いがこう内側から湧いてきやすいよっていう時なんですけども、この情熱っていうのをヤギ座の皆さんは特にお金を稼ぎたいとか、何か自分にしかできないことをやりたいみたいな、そういったすごいこう価値あることを作っていきたいっていうような思いがすごく強くなるんじゃないかと思うんですね。でお仕事とかいろいろ頑張ってらっしゃる方も多いと思うので、一番よく出るのは仕事のことなのかなっていう感じがしたんです。カードで見てもワンドワンドワンドってことで、なんか頑張りたいんだっていうね、何か自分が望んでることをやりたいんだっていう感じがすごくしていて、それいい面でもあるんですけど、どこかで自分を追い込みすぎてるっていうところももしかしたらあるかもしれないですね。ちょっと解説していきますと、さっきのその星の話でいくと2月の14日ぐらいが一番そうエネルギーが強いんですね。でそこから24日の満月に向けてどんどんなんか頑張らなくちゃみたいな気持ちになりやすいということなんですが、一つの情報としてはそれだけね、何かを作っていく価値っていうのは自分の中にあるんだっていう、まずその自負を持ってほしいっていうことと、そして特にそれがお金のことに出やすいんですよね。こうお金を稼ぎたいとか、これだけたくさんあったら自分はすごいんだって思いやすいみたいなのがあるんですけど、お金っていうのはあくまでも一つの何かの物質であって、自分にはその価値がある、自分にはたくさん溢れるほどの価値があるっていうふうにまず思ってみてほしいんです。お金っていう物質で考えてしまうと、これがなくなったらどうしようとか、なくなるかもしれないからもっと稼いでおかないとっていう、なんかなくなること前提に、なくなってもいいぐらい稼がないとってなるんですけど、すでに自分の中にその種はあるっていうか、金の卵を産む鶏の話みたいなね、どんどん自分から湧いてくる、その価値が湧いてくるよっていう、そこに気がつける2週間ですよっていうのが一番星の宇宙のメッセージとしてはそうなので、今どれだけあるかというよりも、自分の感覚、自分の価値っていうものをものすごく超える時だと思うので、私ってこんなすごい感覚持ってるじゃないとかっていう形で自負しといてほしいなと思ったんです。でカードで見たところ、やはり入り口がワンドのキングなので、すごく、頑張りたいとか、これまでやってきたんだからもっと頑張っていきたいとかね、悪く言うとプライド的なこれぐらいでいいかっていうふうに収められずに、これまでちゃんとやってきたんだからこれからだってもっと頑張らなきゃいけないみたいな、そういうプレッシャーもあるかもしれないなと思ったんです。でなぜならば今現状のところがやっぱり皇帝の逆っていうことで、すごく皇帝っていうのはもう全てを統一するみたいな、すごく世界を制するぐらいの強いカードなので、実際お仕事ではすごくいい意味で出るんですけれども、でもちょっと逆位置になっているので、あまりにもその自分にかけるプレッシャーとか、もっとこうしなくちゃいけないっていう理想のね形に自分を追いやろうとしてるのかなって感じがしたので、
そこまでその硬くね、さっきこう本当に切る瞬間にキューって硬くなって、私もちょっといかんいかんと思ってちょっとリラックスしたんですけど、なんかそういう感じでちょっとリラックスしましょうって感じがします。うん、でやはりなぜなのかってペンタクスもたくさん出ていて、やっぱりこうお金をなんとかこう工面しないととか、せっかくいい話をもっとこれを膨らませないととかっていうふうに、何かこう生み出したいとかね、何かもっと流動的に動いていきたいという思いが強いのかなと思うんですが、これまでだってやってこれたようにこれからでも全然やっていけますよ。今のこの時期逃したらないってこともないので、今はたまたまそういうことになんか集中しやすい時っていうだけなんですね。金運はあります、はっきり言って。だけどこれを逃したらないわけじゃないから、その焦ってね、今の間にいっぱい稼いとかないとっていうふうにしなくても大丈夫っていうことです。そして多分そういう気持ちになるには、少し前にね、なんか思うようにこう売り上げ上がらなかったなとか、思うほど貯金できなかったなっていう思いがあるかもしれないので、それを取り返すかのような意識でもっと頑張らないとって思ってるのかなと思ったんですけど、今十分じゃないですかみたいな感じもします。でこれからもでもすごくそのビジネス意識とか、何かを生み出していこう、自分の価値を形にしていこうっていう思いはすごく強くて、うまくいきます。それはね、ワンドクイーンにワンドナイトっていうことで行くんですけど、なんとなくですけどイメージなんですけど、こう皇帝ってね、もう世界を制するみたいなめちゃくちゃ強い意識から、そこまでじゃなくてもいいから、もう少しこう世界じゃなくてもいいから、せめて日本で頑張ろうとか、いや日本全国じゃなくてもいいから、せめて自分の地域で頑張ろうとかで、だんだんとやっぱりこうみんなに喜んでもらうというよりも、本当に自分のこの価値を認めてくれる人のことを大事にしようみたいな感じで、だんだんこうなんかこう広いところからこう狭まっていく、焦点が定まってくるみたいな感じがあるんですね。なのでこれとてもいいことなんです。でも自分は最初になんか世界を制するぞぐらいの意識だったのが、だんだんなんか小さくなってるかのような誤解をしそうだなと思ったんですね。でそれは小さくなってるわけじゃないので、あくまでもそのコアに自分のこの感性や資質っていうものを認めてくれる人だったり、必要としてる人に届けるぞっていう感覚でいてください。でないとなんか本当にどんどん自分のことを追い込んで、ものすごく素晴らしいものを今生み出せそうな時なのに、なんか自分ではなんか全然ダメだって思ったり、もっともっとこうじゃなきゃダメなんだみたいな、この最初の工程で自分が描いた形にこだわりすぎて自分が苦しくなるみたいなのもあったりするので、そこだけちょっと注意してほしいんですよね。で特にこういうね、なんかこうギュッて焦点が定まるような強い衝動を感じやすい時っていうのは、本当に良くも悪くもなので、よく言うと「もう私って何でもできるじゃない」とか「全ての感覚はもうすでに備わっていた」ぐらいの感覚になるんですけど、そのさっき言った物質的なものにとらわれすぎていると、足りないとかもっとこうしなきゃって、その今の幸せを忘れてこう自分をどんどん追い込んでしまいやすいなと思ったので、なんかすごい動いていく力があるだけにね、あんまりね自分のことを追い込まないようにしてくださいね。そして対策なんですけども、ちょっとペースダウンしてゆっくり行ってもいいですよっていう感じで言われています。ここでペンタクスのナイトとペンタクスのエースっていうのが出てるので、こう少しペースダウンして今この瞬間に感じられる喜びだったり、ここまでやってきたなみたいなことをこうしみじみ感じることで、目の前にある喜びや価値っていうものにどんどん気づいていきますよっていうふうに言われているので、そんな感じでゆっくり行ってください。とてもいいね、やっぱこの時期ね、おそらくですけど、本当にこれが自分の強みだって思うような価値っていうものを自分で感じられるんじゃないでしょうか。もうそれ見つけられたら大正解って感じで、なんかでもそれが見つかりそうな感じなんです。これが私の強みなのよとか、これが本当にこれがあるから自分はやっていけるんだっていうような、すごく大事な価値をね見つけられる時だと思います。でそれさえ見つかったらもう現実どうでもいいっていう感じなので、オラクルはフールなんですね。もっと自由でいいよとか、全然気にしなくていいよそんな細かいことはっていうような、もう全然肩の力抜いて楽しく風を感じてねっていう感じです、メッセージとしては。どうですか、なんかどうですかね。本当ちょっと別のカードでも見てみます。もうそれが先ほど言ったのがもう私の中の全てのメッセージでしたね。すごく統一されてました。
はい、なので、人間関係で言うと、純粋な友達とか、遊び友達とか仲間っていうよりも、ビジネス関係の、仲間が強いのかなっていう感じもあり、どうしてもビジネスしやすいなっていう感じがあるので、ビジネスの損得とかそういうのを全く抜きにして関わりたいなって思う人がいれば関わってみてくださいね。その人がもしかしたら和ませてくれるかもしれませんね。自分のキュッてなりやすい意識をね。そうやってちょっと力を抜いて、気楽にねいくことで本来の自分の良さに目覚めるっていうのがありますからね。ちょっと気をつけることを見てみたいと思います。あともう一つ、恋愛で言うとするならば、恋愛においてもなんか義務ばっかりを考えてしまうというか、もっとこうしてあげなきゃいけないとか、もっといい人にならなきゃいけないとか、そういう意識が強いのかなって感じがするので、それも関係ないです。もう本当に自分の感性のままに相手のことが好きだなと思ったらそのように伝えればいいし、自分がこんな風に関われて嬉しいなと思うならそうやって関わればいいしっていう形で、とにかく自分を追い込まないことですね。気をつけることね。はい、執着というカードが出ています。本当は寂しいとか、本当は誰かに声かけてもらいたいって思いながら、それを表で表明しないっていうね、恥ずかしいのか何なのか、もっとちゃんとした自分じゃなきゃ表に顔向けできないみたいな感じがあるかもしれませんけど、いやいや、人って本当にね、もう素直にその自分を見せてる人の方が魅力的ですよ。寂しいなら寂しいんだって言ってもいいと思う、全然いいと思いますし、ちょっと対策見ます。トラストということで、信用してくださいと。自分にその価値がある、自分にはその価値があるということを信頼してください。そして自分が行きたいというところに行けるんだと。行く手段とか方法ばっかり考えちゃうけど、行けるんだっていうふうに信じてくださいっていうふうに言われてます。はい、そして今後ね与えられるギフト、この2週間で与えられるギフト、星で読むと完全に私はその自分だけの価値じゃないって思うけど、どうでしょう。カードはサクセスということで、成功っていうカードが出てるので、どうですかね。結果っていうよりもやっぱこれはやったーとかそうかーみたいな、そういう感覚だと思うんですね。でそうなるにはこれをなくしてね、自分へのこだわりとかプレッシャーっていうのをなくして、肩の力抜いていいよみたいな、そうすることで、なんだもう私って成功してたじゃないとか、なんだもうなんだこんな簡単なやり方だったじゃないみたいなことを感じるかもしれませんね。はい、そして最後のメッセージは、はい、清らかさということで鳥かごから出てきてますね。でもしかもこれはちょっと見えにくいかな。しかもこれはなんていうのかな、誰かにね、最初はほらちょっと孤独な感じで待ってる感じなんですけど、誰かに扉を開けてもらって、あ、そっか、出ていいんだ、私も一緒に行っていいんだみたいな形で誘われることによって、そのお誘いに乗ってみることによって、自分も軽やかになるっていう感じがあるので、先ほど言ったみたいな損得とかそういう利害関係のないこの人と関わってみたいなと思う人と関わることですごく自分の心が開かれる2週間になるのかなと思いました。はい、ということで今回ここまでにしておきます。また次回はね、2月24日までに次の動画アップしますね。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントでも教えていただけると嬉しいです。では、いい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。